こんにちは、ホーズライフです。ご覧いただきありがとうございます。今日は節約に疲れてしまった時にご覧いただきたい動画です。私自身1年半前から節約を始めました。それまでは買い物が大好きで、休日のたびにショッピング、新しいものが次々と増える日々を何年も繰り返していました。さすがに貯金がなさすぎる。ようやく目が覚めまして、節約生活を始めました。節約生活ではつまずくことばかり。逃げ出したくなることが何度もありました。なんとか1年半。今は節約が自分のライフスタイルとして馴染んできた感覚があります。今日はそんな試行錯誤の日々を思い出しながら、節約のモチベーションを維持する方法3つご紹介していきます。独断と偏見マシマシでお送りしていきますが、最後までご覧いただけたら嬉しいです。1つ目、節約頑張るぞって前向きにスタートしたはずなのに、途中で魔が差す瞬間、こんなことはないでしょうか。周りの人たちがキラキラして見えて、私って惨め、我慢ばかりしていて虚しい。ほんとふとした瞬間に自分が悲劇のヒロインに思えてしまうこと、私はありました。一度悲劇のヒロインモードに陥ってしまうと、もうそこはあり地獄のようで、ただ納豆ご飯を食べているだけなのに、私って惨めってため息が出たり、安い化粧品を見漁っている自分に、こんなはずじゃなかったのにってがっかりしたり、なんというか心がどんどん貧しくなっていく感覚がありました。ですが、そんなあり地獄からスルリと抜け出す方法を見つけました。今日からできます。身を置く環境を変えてしまうこと。引っ越すとか友達を変えるとか、そういう大きなことではありません。自分と似た考えの人、同じ節約仲間、そういう人の存在を感じられるような時間を増やすこと。こうして YouTube を見る環境をお持ちの方であればすぐにできます。自分が惨めに見えるときって、自分の中に植え付けられた普通と比較してしまっているときだと思います。誰かを見て指をくわえている自分を見つけてしまったなら、自分の中の普通を変えてしまう。私がよくやるのは、朝の支度をしながら節約とかお金に関する YouTube を見たり聞いたり、ちょっとした隙間時間にインスタで節約レシピを探したり、自分の時間を節約仲間との時間で埋めていく、そんなイメージです。単純な私の場合は1日だけで変わっていきます。納豆ご飯って健康的だし、お金も置いていいよね、そう思えたり、安い化粧品を探している自分に賢くお金を使えるようになったなって成長を感じたり、そういえばこういう名言ありましたよね。あなたが最も多くの時間を過ごす5人の人間の平均があなたです。これには深く納得です。節約するのが普通、お金を使わない日常が普通、本当に必要なものだけにお金をかける、これが普通。そう思える環境が作れるようになったら、惨めさは吹き飛んで堂々と生きられるようにもなりました。2つ目、
私自身、実は節約で大失敗した経験があります。少し前まで順調に節約できていたのに、急に続けられなくなったことがありました。張っていた糸がもうすぐ切れてしまいそう、そんな感覚で。でもその時は今までできてたんだから、この気の緩みどうにか引き締めなきゃって思って、自分のお尻をバシバシ叩いてしまったんですよね。もう疲れと不満がどんどん溜まって、ある日プッツンって完全に切れたような音を感じました。そこからは浪費の一途で、使うのって本当に簡単ですね。節約した分のお金なくなるのはあっという間でした。今考えてみると、骨折しているマラソン選手にちゃんと走れって喝を入れてるのと同じだったんだと思います。私が得た教訓は2つ。1つはサボってもいいということです。ちゃんとやらなきゃって思えば思うほど休むことをためらってしまいますが、あの時1ヶ月でいいから休んでみればよかったのかなって思います。休むことでその後持ち直せるなら、それはマイナスではなくて大きなプラスになる。毎回合格点を叩き出さなきゃって思っていた気がしますが、長い目で見てその平均が合格点に到達すれば OK。 そのくらい糸を緩めて阿波歌の側面を持っていた方が結果的に長く続けられる気がします。ルールや予算をガチガチに固めすぎないこと、0-100思考で自分を縛らないこと、自分の手綱を緩めたり強めたり、そんな風にしているうちにだんだんバランスって取れるようになるもので、いつの間にか自分にとってちょうどいい糸の張り方が分かるようになってきました。それからもう一つの教訓、節約の成果を数字だけで捉えないこと。1ヶ月でいくら節約できた、いくら貯まった、こういう数字の積み重ねだけで頑張れる方いらっしゃるようですが、私は全然ダメでした。残高が少し増えた、それだけでは次の1ヶ月を頑張り抜く力湧いてこない。私のような方におすすめなのはこれです。数字ではなくて過程から達成感を生み出すこと。私の場合はできたことノートを書くことにしました。今日は無駄遣いしなかったとか、疲れていたけど自炊を頑張った、手帳の空きスペースにちょこっと書くだけです。あとは買い物をしなかった日にシールを貼るという方もいらっしゃるみたいですね。節約が習慣化すると、それが当たり前になってしまって満足感も達成感も感じにくくなりますが、過程そのものを見える化することで、自分が歩んできた道がちゃんと見えてくる。じゃあ明日ももう一歩進んでみようかなって思えるようになる。ただ書いてみるだけなんですが、私のモチベーションの軸は前よりずっと太くたくましくなった気がします。最後3つ目です。節約を始めたきっかけって何だったでしょうか。わあ楽しそう、私もやってみたいって始めた方いらっしゃいますかね。少なからず将来の不安や危機感、やむを得ず仕方なく未来の投資として節約を始めていることと思います。だけど不思議なことに、不安っていうネガティブな感情からスタートしていても、不幸そうな人がいると思えば幸せそうな人もいる。似たような暮らしぶりでも辛そうな人がいれば笑って過ごしている人がいる。
いやいやそんなの性格の違いでしょうって思っていたんですが、どうやらそれだけではないような気がしています。私自身もともと節約なんて大嫌い、苦手、辛い、そんな風に思っていたんですが、ある時から節約がちょっと楽しくなってきたんですよね。この変化にはここだって思えるターニングポイントがありました。覚悟を決めた瞬間です。ここから節約が楽しめるようになってきたんですよね。通帳の残高を見て分かってしまったんです。節約生活からはもう逃れられない。同時に思いました。いやいや、くよくよしていられない。もうそれなら楽しむしかないじゃん。私のターニングポイントはそこです。無人島に連れてこられて、帰りたいよって泣き続けるか、そこで生きる覚悟を決めてサバイバルを楽しむか、そんな感覚に似ている気がします。覚悟を決めてから一番大きかった変化は、受動の節約から能動の節約になったことです。前まではショッピングにカフェにレストランにお金を払ってその分楽しみを得る、そういう休日の連続だったんですが、最近は違います。おにぎりと水筒を持って公園に出かける、自然の中で本を読む、おつまみを作っておうち映画館を楽しむ、楽しみをつかみ取りに行く、そんな休日が今では刺激的でワクワクするんですよね。休日でも1日500円かからないことが多いです。前だったらひもじって嘆いたかもしれませんが、今では世の中に楽しいことってまだまだあるんだなって、なんだかすごく前向きに捉えられるようになってきました。いやでも覚悟を決めるってちょっとそこまでは、そんな風に思われる方もいらっしゃるかもしれません。そんな方におすすめなのは、節約をクリエイティブなゲームと捉えてしまうことです。お金に頼らずに豊かに暮らす知恵や工夫を宝探しみたいに探してみる。公園の砂場でいろいろなものを生み出した子供心のように、節約生活からいろいろなことを生み出してみる。面白がってみる。捉え方一つで見える世界が変わります。節約っていう言葉ですら嫌いだったのに、今では節約レシピを覚えるとレベルアップしたようで嬉しくなったり、家にあるもので代用して新しいものを買わずに済ませられた時は、自分が誇らしく思えるようにもなりました。どうせ私はって諦めるのではなく、どうせなら楽しんでみようって、そう思えるかどうか。この差は節約生活だけじゃなく、何においても大きな差を生むような気がします。はい、以上、節約のモチベーションを維持する方法3つご紹介させていただきました。皆様は節約でつまずきそうな時、やっていることとか意識していること、何かありますでしょうか？ぜひコメントでお教えいただけたら嬉しいです。世知辛い世の中ではありますが、少しでも楽しく豊かに生きる方法、これからも模索していきたいと思います。また遊びに来ていただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。